保健体育みたいな性教育もいいんですけど、アーティスティックな目線の教育をしていくと、子供のためにも大人のためにもいいんじゃないかと思うんですよね。やらしい目で見られる裸がやらしいんじゃなくて、やらしい目で見る人がやらしいんです。裸イコールやらしいことではない。そういった認識を持てば、私たちの人生は豊かになるんじゃないかと思います。こんにちは、粟田洋介です。先日カンテレニュースっていう YouTube のチャンネルのちょっと興味深いニュースを見たんですが、香川県高松市の公園にある裸の銅像を今月末に撤去するっていうお話でした。その銅像っていうのは少女の裸の銅像で、撤去の理由の一つが小学生が見ていて恥ずかしくなるということなんだそうです。私はこの裸の銅像を撤去するかどうかってことについてどうしたらいいのかっていうのはわからないし、正しい一つの答えっていうのはないと思うんですよね。ちょっと興味深いニュースなので、リンクをこの動画の概要欄に貼っておきますので、興味のある方は見ていただけたら面白いと思うんですけど、その銅像はなんか長いものの端と端に裸の少女が向き合っている、そんな感じの構成なんですが、その銅像を作った安倍誠一さんっていう彫刻家曰く、裸を軽蔑してはいけませんということなんですね。その彫刻の意図っていうのがあって、瀬戸大橋ができた時の記念の銅像で、こちら側とあちら側の世界が行き来できるようになるっていうことだったと思うんですけど、作者の安倍誠一さん曰く、着物は階級を表すんだそうです。なので裸であることによって階級とかそういったもの関係ない人間っていうことになるわけですね。そしてなぜ女性かというと、女性はものすごい苦痛を伴う出産をする。なので女性の体っていうのは生命力の象徴なんだそうです。そしてなぜその作品は少女の裸なのかというと、裸と女性は今お話しした理由なんですけど、少女っていうのはこれから成長していくわけです。きっと瀬戸大橋ができた時のこれから成長する未来の象徴なんでしょうね。そういった意味を知ると、ただの裸じゃないですよね。こんなにたくさんの裸の銅像が公共の場に溢れているのは日本特有なもので、海外ではあんまりないことなんだそうです。そしてこのニュース番組に出ていた方の一人がお話ししていたことが印象に残ったんですが、それは海外の真似をして裸の銅像とかをなくしていくんだったら、それと同時に海外と同じように性教育っていうのをもっとちゃんとしていったらいいんじゃないかとおっしゃっていました。性教育っていうのもすごく大事ですよね。そして性教育っていうと保健体育でやるような性教育もあるんですけど、今回のこのニュースで私が個人的に思ったことは、保健体育みたいな性教育もいいんですけど、アーティスティックな目線の性教育っていうんじゃないんですけど、教育をしていくと子供のためにも大人のためにもいいんじゃないかと思うんですよね。私が学生の時に撮ったフィギュアドローイングのクラスで、裸の絵を描くクラスですね。その初日に私の先生が裸と、ヌードですね。ヌードとセックスとやらしいっていうことは3つの別のことだということをお話しして、そしてそのことについてどう思うか何人かの学生に聞いてお話ししたんですが、その時の私はそれは別のことだろうなと思って、なるほどなと思ったんですけど、そのことについてアートに興味がある人はもちろん、そうでない人にもなるべくわかりやすいように今回お話ししたいと思います。そしてこの知識をみんなが持てば、裸だからって何でもかんでもやらしいとか恥ずかしいとか思わなくなって、もう少し広い目線で裸や性を認識できるんじゃないかと思うんですよね。そしてやらしいこととそうじゃないことの違いとかもお話ししたいと思うんですが、やらしいことについて批判するつもりでお話ししてるんじゃなくて、違いをちょっとお話ししたいと思うんですね。というわけで、裸と性についてお話ししたいと思います。裸、すなわちヌードっていうのは何かっていうと、服を着ていない人間の体ですね。それだけです。そして性についてですが、セックスですね。それは何かというと、性的なプロセスのことです。それだけです。
そして裸も性行為も単独のものなんです。性行為っていうのは裸でするものですから関係性はあるんですけど、裸は裸、性行為は性行為、この2つは別のものなんです。医療的に裸を見た場合は、怪我を治すためとか、病気を治すためとか、健康チェックのためとか、医療的な視点で裸を見ます。それはやらしいことではありません。そしてご自身で着替える時に鏡に映った裸、それは服を着ていない自分の体に過ぎません。そしてシャワーを浴びたりお風呂に入る時は裸だと思うんですけど、それはやらしいことではありませんよね。そんなの当たり前だろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、裸の銅像だって同じなんです。何が同じかっていうと、別にやらしくないんです。そして同じ裸でもその状況によって意味とか目的が変わってきます。お風呂に入るときは体を洗ってきれいにするとか、湯船に浸かって血行を良くするとか、気持ちが良くなるとか、さっぱりするとか、そういう理由だと思うんですけど、でも自分の体と他人の体は違うかっていうと、銭湯とか温泉で他人の裸を見たときに、それってやらしいですか？別にそれはやらしいわけじゃないし、やらしいと思って見る方がやらしいと思いませんか？裸の銅像も同じです。やらしいことを目的としない裸の銅像をやらしいと認識するのはいかがなものかと私は思います。やらしい目で見ることがいけないとは私は言っていません。でも、やらしい目で見られる裸がやらしいんじゃなくて、やらしい目で見る人がやらしいんです。性も同じです。性っていうのはセックスのことですね。裸とやらしいっていうのが別物だっていうことはお分かりいただけたと思うんですが、セックスについてはどうでしょう？例えば、セックスっていうのは愛の行為です。愛には思いやりがあります。そして決してやらしいものなんかではありません。そしてセックスはコミュニケーションです。アートもコミュニケーションです。そして会話もコミュニケーションです。会話をするときに、やらしい会話もあれば、やらしくない会話もありますよね。では、やらしいって一体何でしょう？辞書で調べたら、性的に不道徳で好ましくないこと、そして下品で卑劣なことと書いてありました。また、性に関して節度がなく、険悪感を抱かせるような振る舞いや態度。性に関して節制が効かない、コントロールが効かない、そして人に嫌な気持ちをさせるような振る舞いや態度のことですね。このやらしいっていうのは何も性的なことだけじゃなくて、プライベートな人に知られたくないこととかを根掘り葉掘り聞かれたりとか覗かれたりするのって嫌な気持ちがするじゃないですか。あとは道徳的に好ましくないですよね。性的なことや裸もプライベートなことであり、人に知られたくない、見られたくない場合が多いんじゃないでしょうか。もしも着替えてるところを覗かれたらやらしいなって思いますよね。そうなってくると裸、セックス、やらしいっていうことがひとまとめに感じちゃいますよね。でもこの3つは別のことです。私が子供の時に親戚の人がうちに遊びに来てて、その時に雑誌があって、その雑誌の中にヌード写真が載っていて、私はすごい小さかったので、そのヌード写真を見て、これ変なのって言ったら、親戚の人が、これは変じゃないのよ、綺麗なのよって教えてくれたんですね。そこで私は裸が綺麗なものなんだって思っていいんだっていうことを学びました。なんで子供の私がこれ変なのって言ったかっていうと、多分恥ずかしかったからなんでしょうね。もしかするとやましい気持ちもあったのかもしれません。でも裸は綺麗なものなんだって堂々と思うことができたら、裸なんか見たって恥ずかしくないんですよね。その親戚の方とはもうそれ以来会ってないんですけど、変じゃないのよ、綺麗なのよって言ってくれたことがものすごいありがたいことだったんだなって思います。なので、小学生が裸の銅像を見ていて恥ずかしくなるって言ったことに対して、大人が美的な視点で裸を見るっていうことを子供に説明するっていうことも撤去する以外の一つの方法なんじゃないかなって思うんですよね。
ただそういったことに答えはなくて、本当に難しい問題なんだなって思うんですが、恥ずかしいとかやらしいとか性的だとか、そういったこと以外の裸の見方っていうのがあるっていうことを大人の私たちが教えるっていうことは大事なんじゃないかと思います。でも小さい子に大人に話すように裸の美しさとか裸に限らず美的感覚についてとか話しても子供のうちはいろんなことを理解できないと思うんですよね。でも私の子供の時みたいにちょっとは理解できるかもしれないし、理解できなかったとしてもそういった見方があるっていう認識を子供ながらに持つことができると思うんですね。そうすれば成長の段階でまたいろいろなことを理解していくんじゃないかと思うんですよね。成長の段階で理解力だったりとか感受性だったりとか変わってくると思うんですが、同じ一つの作品を見た時に人それぞれ感じることとか思うことっていうのは違うと思うんですよね。そして好き嫌いっていうのも人によって違います。性をテーマにしたアートのことをエロティックアートと言います。そして同じく性をテーマにしたものにポルノというものがありますよね。では、エロティックアートとポルノの違い。これからお話しするのは私がちょっと検索して出てきた結果なので、すべてのアートとポルノに当てはまるかどうかはわかりません。でもかなり参考になるのでお話しすると、アートとポルノにはそれぞれ別の目的があるようです。アートの目的は作品を見る人たちに精神的な感動や知的な刺激を与えることなんだそうです。それに対してポルノの目的は性的な欲望を直接刺激することが目的なんだそうです。そしてアートは人間の権限を守り、精神的な豊かさを追求するんだそうです。それに対してポルノはしばしば人間の倫理的問題を引き起こし、人権の搾取につながることがあるんだそうです。この意味を考えると、ポルノはやらしいことなんですね。それに対してアートはやらしいことではありません。それからそれぞれアートとポルノの目的、それから倫理と尊厳ということに対してすごく感慨深いものがあるので、ちょっとそれについてお話ししたいと思います。私は高校生の時に下ネタが大嫌いになったんですけど、中学生ぐらいまでは性の知識っていうのはあればあるほどちょっと大人に近づいた気分が嬉しくて、結構中学生ぐらいまでは下ネタを話すのが好きだったんですけど、高校生になると友達が自分の性経験の話とかをするようになるんですよね。そしてある日、自分の性体験を自慢げにしているクラスメートの話を聞いてる時に、もしも自分がその相手だったら嫌だろうなって思ったんです。性行為っていうのはとてもプライベートなことで、お互いを信用しているからこそできる行為で、それを別の場所で全く関係ない人たちに赤裸々にそういう話をされてるわけですよね。もしも私がそんな話をされたらすごく嫌だろうなと思って、それ以来下ネタが大嫌いになったんです。なのでその後誰かが下ネタをし始めたら、あからさまに嫌悪感を見せて拒否してたんです。でもある時、やらしい下ネタとやらしくない下ネタがあるっていうことに気づいたんです。高校生の時に私が嫌だなと思ったのはやらしい下ネタで、人権を無視した倫理的ではない内容ですよね。相手は性的欲望を満たすための道具ではなくて人間なんです。性的なことをすべて下ネタだって蓋をして問題にしないでいると、性的なことっていうのは私たち人間の日常生活に関係することですから、蓋をしちゃうと問題があるのに気づかなかったり改善できなかったり、そういったことが起きるんじゃないかと思うんですよね。私たちは時に性的なことに向き合わなければなりません。性的な話をする必要がある場合もあります。その性的な話っていうのは下ネタではありません。ただセックスだからって蓋するんじゃなくて、そのセックスの何が問題なのかっていうのを理解した上で蓋をするのか、問題と向き合うのか、そういったことを考えていくことは大事なんじゃないかと思うんですよね。それが裸とセックスとやらしいっていうのは別のこと
こういったことをお子様に説明するのはなかなか難しいと思うんですが、さっきも言ったように子供の時って全部わからなくても、そういう認識があるっていうお話を聞いていると、何も聞かされてこなかった子供さんよりも成長とともに理解が深まると思うんですよね。そして全ての人がアートに興味があるわけじゃないので、全ての大人の方に理解していただくのもかなり難しいということは分かっています。私にもいくら教育されても理解できない分野っていうのが数多くあるんですよね。だからアートが理解できない人っていうのも一定数いることは間違いないと思います。なぜなら私自身が直接大人の人に説明しても分かってもらえないことがかなりあったからです。こういうことを伝えようとすること自体が私のエゴなのかなって思ってたんですが、たとえそれが私のエゴだったとしても、裸とセックスとやらしいっていうことは別のことで、そのことをなんとなく理解するだけで人としての深みが変わってくると思うんですよね。芸術作品っていうのはそういった心の豊かさを育む役割もしています。そしてそのために私たち芸術家っていうのが存在しているわけです。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。